こんにちは。今日は札幌に移住して驚いたことをいくつか話していこうと思います。まず1個目はトウモロコシのことをトウキビってこっちで呼ぶんですけど、僕最初別々の食べ物だと思ってて、トウモロコシとトウキビは似てるけどなんか違うのかなと思ってたんですよ。だけどどう見ても一緒だし、でもこっちの方と話してるとトウキビって呼んでるから、言い方が違うだけなのかなと思って調べてみたら、そういうことで、地元ではトウモロコシって呼ぶ食べ物がこっちではトウキビって呼ぶんですよ。ただスマホの変換でトウキビって入れてもトウモロコシの絵文字が出てこなくて、でトウモロコシって入れるとトウモロコシの絵文字が出てくるので、っていうことはもしかしたら標準語はトウモロコシなのかなとか思ったりしてるんですけど、とりあえずこっちでは、トウキビ、愛知ではトウモロコシ、自分も言い方を変えて今は暮らしてるんですけど、トウモロコシとトウキビが、名前は違うけど同じ食べ物だったっていう、これ結構自分的には驚いたことだったんで、それが1個目ですね。で2つ目は車の速度が速いなって思います。普通に走ってるだけで速い気がするんですよね。愛知でずっと車乗ってて、で移住してから3年間はレンタカーとか、カーシェアとかしてたんで、ちょっとその間ね乗らない期間があったから乗り始めて速く感じるだけなのかなって思ったんですけど、でも最近普通に運転してて、やっぱ愛知帰った時とこっちで運転してる時と周りの車の速さが違うよなって思うことがあるので、平均速度が速いっていうことに驚きましたね。ただ信号の間隔も広いし道も広いので、そういう意味でどうしてもスピードが出やすい条件があるから、どうしても速くなっちゃうのかなっていう気がするんですけど、最初慣れてないと周りの車が速いっていうことに驚くかもしれないですね。僕も移住して驚きました。で3つ目は野生動物がそこら中にいる。これは北海道旅行来た方もちょっと郊外の方とか行ったらもうしょっちゅうね、いろんな動物見ると思うんですけど、本当に多いですね。で暮らしてると街の中でもキツネとか鹿とかタヌキとか、僕が見たのはモモンガとかいろんな動物を見たりすることもあるので、人間と動物がいい感じに共存してるのかなっていう。少し山の方とか行ったら最近だとクマとか出てきちゃうので、クマとか鹿とかはねさすがに大きいのであんまり出くわしたくはないんですけど、でもそういう動物も街に現れるぐらいやっぱり札幌っていうのは自然が豊かで動物がたくさんいるなっていう、そこに驚きましたね。地元ではなかなか見ない動物を日頃から見ることがあるんで、そういう新鮮な暮らしを楽しんでます。4つ目は外国人多いです。愛知と比べると北海道はもちろん観光地だし、札幌は至る所に観光地があったり美味しいご飯屋さんとかもあるんで、そういうところにきっとガイドブックとかなんかネットで調べて来る外国人の人もものすごい多いので、普通に暮らしてるだけで外国人の方よく見ますね。札幌で暮らしてると観光客と、普通に暮らしてる人ともうごっちゃになって一緒に街の中でこう過ごしてるような感じなので、最初の頃は観光客の人めちゃめちゃ多いな、しかも外国人の人も多いし、自分も観光気分がなかなか脱げないというか、今でも街の方行くと結構観光気分だったりはするんですけど、やっぱり外国人の人多いなっていうそんな印象ですね。ご飯食べに行ってもやっぱ予約してないとどこの店も夜空いてなくて入れないなんていうことも結構ざらにあるので、札幌でもしご飯を食べるってなったら、予約は結構必須というかしといた方がいいかなっていうふうに思います。それぐらい観光客の方と、地元の方とたくさん街の中で過ごしてるので、そこに驚きました。はい、で5つ目は一番驚いたかもしれないんですけど、冬の日照時間が
めちゃめちゃ短いです。冬至が一番日が短くなるんですけど、もうその時なんかは朝6時ぐらいでもまだ外暗いし、夕方は4時ぐらいかな、4時ぐらいでも外が夜みたいに暗くなる日もあって、なかなか日を浴びる時間が少ないなっていうのを最初すごい感じて、明るくなるのが遅いし暗くなるのも早いんで、全然こう一日過ごした感じがしないっていうか、まだ半日ぐらいしか今日を楽しんでないのにもう夜になっちゃったっていう、それが感覚がなんか慣れるまですごい違和感があって、ちょっと冬生活リズム崩したりとか体調的にも、なんかしっくりこないなっていうのあったんですけど、ここ近年は慣れてきて、そういう冬をどう楽しく過ごすかっていうところを考えれるようになったんですけど、最初の 1,2 年なんかは休みの日でもお昼ご飯食べたらもう日が暮れてきて、もう3時過ぎたらカーテン閉めなきゃいけないぐらい、それぐらい外が暗くなってきちゃったんでびっくりしましたね。こんなに早く日が暮れるんだっていう、調べてみたらやっぱり地元の愛知と北海道で日照時間がね1時間ぐらいもっとだったかな違うんですよ。なので、1時間って聞くとそんな差じゃないのかなと思うんですけど、やっぱ生まれてから30年以上愛知で過ごしてて、多分体内時計というか自分の無意識の感覚で、まだ明るいよねっていう時間にも外が暗くなるっていうのは感覚的にズレが生じてすごく変な感じしたんですけど、そんなのも最初の 1,2 年ぐらいで、今は逆に正月地元に帰るとなんか日が長いなって逆に感じるようになって、それはそれで楽しかったりするので、こっちの冬の日照時間が短いっていうのは驚きました。ただ逆に夏の日照時間が長くて、朝というかもう3時ぐらいから外が明るくなって夜は8時ぐらいまでなんとなく明るかったりするんですよ。それが、夏至か、そこは地元よりも逆に1時間ぐらいこっちが日が長くなるので、そういう極端な日照時間の差もあるし、きっと気温の差もあるから食べ物とか、自然がより豊かになっていくのかなっていう、そんなことを移住して思ってる次第です。今仕事中にパッと思いついて一瞬時間ができたこのタイミングで話せるだけ話してみたんで、何かこれが参考になれば幸いです。ということで、またひらめいたら何かお話ししますので引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。